はい、どうもこんにちは、暇な人です。私は現在、大阪港にございます国際フェリーターミナルにいます。さて、突然ですが皆さんは日本から隣国である韓国へ行くフェリーがあることはご存知だったでしょうか。そして国内のフェリーと同様に車やバイクを乗せて遊びに行くことができるってこともご存知だったでしょうか。僕はそれを知った瞬間からずっといつかは行こうと思いつつも、行く行かないを悩んだことは一回たりともなかったですね。一応簡単に説明しておくと、人が海外旅行をするときは、国内で出国の手続きをして、で着いた先で入国の手続きをするじゃないですか。あんな感じで車に関しても輸出入の手続きを経ることで持っていくことができるんですね。この通関手続き自体は複雑なんだけれども、だいたい船会社の方が手伝ってくれて税関さんがパパッとやってくださいますが、我々としては書類の準備がちょっと大変だったりする。パスポート、日本の免許証、車検証、身分証、そして認め印まではいいとして、これに追加で国際免許証と登録証書が必要になります。前者の国際免許証については一般的には運転試験場、そして登録証書は運輸支局と管轄が違って面倒なだけではなく、後者の登録証書は車のパスポートともいえる書類なんですけど、車を外国に持っていく人しか使わないであろう超マイナーな書類になるわけで、意気揚々と運輸局に着いたとて登録証書こっから作れますよみたいな案内板なんかは当然ないですし、職員さんに聞いても登録証書って何ですかって方もザラにいらっしゃったんで、もうこれについては知ってる方を探して根気よく聞いて回るしかないです。そして意外と罠なのが、軽自動車とかでも登録証書の手続きは運輸支局になるってことです。僕の場合車がハスラーなので、登録等の手続きについては軽自動車用の支局で行うことになるんですけど、なぜかこの登録証書については運輸支局で行いました。そしてここまでのプロセスに関しては正直めんどくさいですよ。だけど行かれる方については行った先でロマンある旅を決行するために頑張って発行してもらってください。てなわけで船に乗り込んで放浪生活スタートでございます。搭乗から出港は本当にすぐで、南港からの離岸を見守ったら軽く船内を散策していきたいと思います。まずこちらがロビーで、免税店とコンビニがありましたね。大阪からプサンに行く便は午後の3時発、そして翌の10時着の長丁場なので、お菓子を片手にブラブラするくらいでちょうどいい。瀬戸内航路なので各橋梁の通過時刻の記載もあったんですけど、なんだかんだ忘れがち。部屋はこんな感じで、6人部屋を贅沢に1人で使えました。夕飯までの時間は到着後のプランを組んだり、宿を取ったりしてました。瀬戸内航路なので電波が届くのがいいところですね。そして夜は晩飯食ってのど自慢見て、ちょっとチューハイ飲んでチルったら即寝でした。そして朝、なんか目が覚めてもまだ電波が通じるんだよなぁと思いながら外に出てみたら、ちょうど対馬の近郊を航海中。おいおい、寝ても覚めてもまだ日本かよとは思いつつ、落ち着いて食堂に行って、そして朝飯のわかめスープに舌鼓を打っていると、見えてきましたね。あの高いビルの数々は対馬なわけがないので、紛れもなくプサンの街でございます。プサン港大橋を越えてついに来たぞと海賊団のような気持ちになったのもつかの間、下船準備のアナウンスで急いで部屋に戻ります。今だからこそ落ち着いて喋ってるんですけど、当時の私はワクワクでいっぱいで、文字通り飛び跳ねながら後半をうろうろしてました。そして荷物を車に積んで下船。もうこっからなんだよ、長いのは。車を指定の場所に止めて、荷物検査、入国審査、通関、保険手続きで1時間ぐらいかかりました。そんなこんなでようやく脱獄です。
当然海外なので道路は右側通行なんだけど、これは思いのほか順応できましたね。とはいえ慣れるためにも最初のゴールは近い方がいいよねということで、最初の目的地はプサン市内の東部にあるヘドンギョン郡サってところにしたいと思います。プサンの運転はやばいっていう話は耳がタコになるくらい聞いてきたので、かもしれない運転ならぬ自分以外誰も信用しないぞ運転くらいの感じを心がけます。走ってみた感じ、結論、まあ運転が荒いのは事実なんだけど、よく見てるとなんとなくその運転者が何をしたいかってのが察せるので、名古屋走りに近いかな。高架を入って関安大橋に入ります。ただこれ東行きは下なんだね。これ上走れたらきれかったやろな。そういや韓国の高速ってバイクダメらしいんだよね。僕のハスラーの倍近い排気量のエンジンを積んだ大型バイクのお兄さんとフェリーの中で喋ったんですけど、下道で頑張って走るっておっしゃっていました。まあ詰まるところ排気量よりは事故率のせいな気がするな。まあこうやってしれっと走ってる絵ばっか見せてもあれなんで、ここら辺で失敗談をご紹介したいと思います。初めて高速道路を出る時のことなんだけど、私韓国にも ETC 的なのがあって、その名前がハイパスっていうこと。そして現金やカードで払いたい場合はとりあえず現金ゲート、友人ゲートで払うことを事前調べで知っていたので、ゲートに着く時現金ゲートを必死に探していたわけなんですよ。そしてハイパスっていう名前、名称からして英語で書いてあるかなという先入観があったので、英語が書いてあるゲートは避けようと思いながら、何かがハングルで書かれた看板のゲートに向かったわけです。そして向かってる途中、直前でハングルでハイパスって書いてることに気がついてしまったんですけど、うわーこれ終わったな、ミスったと思いつつも、まあしゃーなし通過して右側に急いで車を止めて、とことこと歩いて友人ゲートのところに行き、おばちゃんごめんなさい行っちゃいましたって言ってお金を払いました。ちなみに右の方は友人ゲートが多いし、左側ほどハイパスが多いってことだけが分かりました。ということで、なんだかんだナビに従いながらビクビクと運転をしながらも、無事駐車場を見つけて車を止めることができました。やったぜー。こちら海沿いにあるお寺だそうで、綺麗な海景色とお寺がいい感じにマッチしてて最高だぜって Google 先生が言ってた。お寺の入り口の手前のところが商店街みたいになっていて、めちゃくちゃ観光地化されてた。お土産だとかスイーツだとかお菓子の誘惑を振り切りながらぐんぐんと進んでいきます。なんかわからんけど歩いてる人がマジで外国人ばっかりだった。こちらのお寺は1376年、日本だと高麗だとか古領って言われてる時代に建立されて、それがやがて消失し再建されて現在に至るそうです。土地だとか時代背景的にこれはもしかしなくても文禄の駅か慶長の駅の影響で消失したんじゃないかなって思いながら散策してたんですけど、後で調べてみたらビンゴだったみたいです。これも豊臣秀吉による爪痕の一つというわけか。宮崎県にある宇土神宮とかもそうなんですけど、海の近くにある寺社ってなんかはよくわかんないけどめちゃくちゃ赤色が映えるイメージがあります。青色の空と海に対して寺社の赤色があって、あとは海辺に生えている木の緑色の部分がいい感じの差し色になっていて、この黄金比はうまく説明できないんですけど、めちゃくちゃ人の心をそそるなぁという気がする。案内図曰く、この寺社を俯瞰で見た時に竜の形を描くような構造になっているらしい。メインストリートの人並みはめちゃくちゃ疲れるので、ちょっと一旦道を外れてみると、これはこれでめちゃくちゃいい画角。素敵な海景色に元気をもらったら、早速本日のゴールキョンジュを目指して駒を進めていきたいと思います。いや、前言撤回ですね。腹が減っては戦はできぬって言うじゃないですか。ということで、ここらで韓国のサービスエリアデビューを飾ってみたいと思います。
韓国の高速道路は30キロに1回くらいのペースで、休憩所って書かれた場所が出てきます。中に入ってみた感じ、日本のそれと大差はない。なんか韓国の高速道路はかなり日本に寄せて作られてるのではないかと思う。食堂も至って普通で、メニューはちょっと簡素な感じ。で、安くもない。韓国のキオスクあるあるなんだけど、言語メニューに日本語があって、いざ日本語を押してみると、メニューはなぜかハングルのままなんですよ。決済を終えて番号が出たら取りに行くスタイルなんかなーって思ってたら、なんか知らんけどモニターに番号は出てこんくて、おばちゃんがめちゃくちゃ番号を叫んでた。食べてみた味は特段何か言うこともなくて、辛みのせいで旨味が打ち消されてて特に何も感じなかった。お菓子、飲み物、備品、そして軽食もあって、サービスエリアとパーキングエリアを足して2で割ったぐらいの感じかな。これ後で韓国語の先生に聞いたんですけど、あんまり韓国の現地の人はここで飯は食わんらしい。まあ高いしまずいしってことで。けど日本だったらサービスエリアで食べるご当地ご飯も旅の一環みたいになってるので、なんかちょっとだけ寂しかった。さあ、右側通行にも慣れてきたことだしということで、そろそろドライブっぽいドライブがしたいんだよな。少し寄り道をしようと思います。山道が走りたいんだ。外国でね、しかも初日で、そんな調子乗るなぁと今の録音をしてる私は思うんですけれど、なんでしょうね。まあ出てるんだろうな、アドレナリンが。キョンジュの南方にあるブルグクサっていう観光地の手前で道をそれて山道に入っていきます。やっぱね、ドライブって言ったらこうでなくちゃ。なんか高速道路のまっすぐすぎるでかい道ばっか走りすぎて飽きちゃったんだよね。けどいつもよりは一応丁寧に、そしてゆっくり登っていきます。頂上の方に行くと風力発電所があるので、そこまで行こうかな。ちなみに韓国語で言う展望台はこれ。とりあえずこの字が書いてあるところに行くといい感じの景色が待ってるなぁということをこの1週間の旅行で学びました。そうこうしてるうちに、これがあれですね。風力発電のあれだ。ということはもうそろそろかな。駐車場を見つけて止めて外に出てみます。なんかね、空気がドライブしてる時に吸うあれなんですよ。なんか街中のあれと違ってあれなんですよ。でも我ながらわざわざ韓国まで来てここに来るとか、こういう景色見たいんだったら青山高原じゃダメなんっていうような内心ツッコミを入れつつも、なんとも言えない言語化できない高揚感に支配されてる自覚が湧いてくる。実はこの後もまだまだこのバカはアクティブに動き回るわけなんですけど、動画的に尺がやばいので今回の動画はここまで。次回はキョンジュの街を巡るの巻ということで、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の放浪先でお会いしましょう。